毎日毎日一日に何度も開けては閉める引き出し。賃貸マンションの我が家のキッチンには引き出しがこの一つだけです。小物をすべて入れているので物が取り出しにくいし、整理してもすぐずれてしまって開けては直しを繰り返す日々。これからこの先あと何回整理することになるのだろうか。世の中には引き出しを整理するプラスチック製のトレイがたくさん売られています。これを使って整理すれば良さそうだといろいろ探してみたのですが、この引き出しにぴったりのサイズがなかなか見つかりません。そこで僕は気づいてしまったのです。自分で作った方が早いということに。ということで自作することにしました。とはいえ既製品を買ってくるより時間と労力がかかってしまうのは癪なので、誰でも持っている材料と道具だけで30分で完成させることを目指します。材料はどこの家庭にでもある端材の合板を適当に取り出して使います。まずは引き出しの中のものをすべて出して、どう並べると使いやすくてかつきれいに見えるかレイアウトを検討します。レイアウトが決まったら設計のために採寸していきます。設計には手書きより早いし正確なので 3D キャドを使います。令和の大人はみんな使っていますね。簡単に作れるようにシンプルな構造にしています。デザインのちょっとしたエッセンスとして二分割構造にしています。これがどういう意味があるのかはできてからのお楽しみです。設計が終わったら材料に墨出しをしたり、頭の中で材料取りの計算をしておきます。合板のカットにはこれもどこの家庭にでもあるミニテーブルソーを使っていきます。粉が飛び散らないように簡単な集塵システムを組み立てておきます。精度の肝となる刃を調整してから隅に沿ってカットしていきます。一般的にテーブルソーは同じ幅のパーツを何個も精度よく切り出すのが得意なので結構時短になります。カットが終わったら少し表面をやすっておきます。また軽く水拭きをして表面の粉を落としておきます。それでは組み立てていきます。今回は木工ボンドを使います。速乾タイプの木工ボンドを使うと時間短縮につながります。あとはこの時マスキングテープで固定したり、輪ゴムを利用すると組み立て作業がはかどって便利です。組み立てが終わったらマックプレスして乾燥させます。結局重量が足りなかったのでスツールプレスしておきました。最後に角にペーパーを当てて丸くしておきます。
これで完成です。設計の時に2パーツ構成にした理由は、このように向きを変えることで4通りのレイアウトパターンが組めるからです。早速引き出しに入れてみます。ぴったりですね。実際に使ってみると、課題だったターゲットへのアクセスの悪さが解消され、取り出しやすくなりました。加えて、開くたびに内容物が乱れてしまっていたのが改善されました。これならストレスのない平穏な日々が取り戻せそうです。